タバコ吸ってもいいかしら？あありがとう、金ちゃん。あ。眉毛剃ってないしリーゼントでもないけど、元ハッシュの頭矢島金太郎さんですよね。ああ。ルミちゃん、その人なの？あんたがいつも言ってた金ちゃんって素敵。本当にいい男ね。なんだてめえらは。うるせえぞ。静かにせんか。全く最近の女ってのはなってねえな。なんか文句あんのかこら。喧嘩なら買ってやろうじゃねえか。女じゃないのか。おっさん、仲良くしましょうよ。遠慮します。金ちゃん、会いたかった。何？いい気なもんですな。矢島金太郎は大和会長が直々に採用した人間です。こいつは会長にとって命を飛ばす爆弾ですな。しかも会長はこれまで何があっても口を出さずじっとしていた。しかし矢島と田中前田石川が原因でヤクザが押しかけてきた時、4人のために動いたということは、会長はもはや大和建設にとどまることを諦めたということか。そう思いますが。いや、大和はそれほど甘い人間とは思えん。何としても大和を追い落とさねばわしは我慢できん。大島社長、もうしばらくの辛抱です。例の策は着々と進んでおります。おい、頼むぞ筧君。大和の泣き面見るのもあとわずかか。お前、萩本の徹か？分かってくれた、金ちゃん。俺も変わったけど、お前の変わり方も半端じゃねえ。私って喧嘩弱いくせに突っ込んでいっちゃう方だったでしょ。それでいつも金ちゃんに助けてもらってたわよね。ハッシュの走りを邪魔するクソどもがどこのチームだろうとぶっ潰す。道を上げろ。あの頃の金ちゃん、本当にかっこよかった。そうか？ハッシュ解散した後、私こっちの道に目覚めちゃって。ルミ子、今六本木のナンバーワンなのよ。私は日本のナンバーワンだと思うけど。私たち勝浦のホテルでニューハーフショーの帰りなの。ほら見て、金ちゃん。いいおっぱい持ってるでしょ。いやねえ金ちゃん、今度ルミ子一回抱いてやってみてよ。この何もわかんねえでつまんで冗談ぶってるんじゃねえよ。何よ、どうしたのルミ子。金ちゃんの女はね、あの子一人なんだよ。いいよ。おうみんな、よーく聞きな。
あたいたちがどういう走りをやってきたかじっくり話してやろう。やめとけってトール。やだね金ちゃん、私はねあの8月30日の走りの思い出があるから何をやってたって生きていけるんだよ。あの日金ちゃんが教えてくれたことが私の生きていく支えなんだから。生きていく支え？はじめ金ちゃんがあの子と付き合いだした頃、みんな物好きだって笑ってたんだよ。でもね、本当にいい子だった。目は不自由だけど心の底から明るくてさ。明美ちゃんは施設で一生懸命子供たちの面倒を見ていた。金ちゃんもこの子を知って目つきが変わってきたよ。それは俺たちも同じだった。この子を見ているだけでいつの間にかみんな幸せになった。思ったよ俺たち。金ちゃんはこの子のために走りをやめるだろうって、この子と一緒に生きていくだろうって。しょうがないと思ってたよみんな。それならしょうがないって。強姦された？そう、強姦されたんだ。それで？ハンデの中で一生懸命生きてきた子よ。そして初めて好きな男と巡り合った。きっと本当の意味で心が安らぎ喜びを知った時だったと思うわ。それが自殺？嘘、やだ、死んじゃったの？バカ、それじゃ話続かないでしょ。自殺未遂、手首切ったんだけどすんでのところで発見されてね。でもね、抜け殻だった。明美ちゃん、命は助かったんだけど死んでたんだ、心がね。金ちゃんが八州連合に総動員をかけたのは明美ちゃんが退院する日だったの。乗れ明美。腐った面してんじゃねえよ。俺の後ろに乗れ。そして始まったんだ、あの伝説の走りが。行くぞ。ルートは環七を回って靖国通りから京葉小岩で蔵前、皇居前を通り1号線を下って玉川までだ。関東全域の属も警察も総動員で走りを阻止するだろう。東京の制圧に負けるな。族の走りはな、信号も車線も関係ねえんだ。そんなもんに関わってちゃ何のための走りかわからねえ。俺たちは自由なんだ。邪魔する奴は誰であろうとぶっこ抜く。交差点に入ったら特攻が突っ込んで他の車を止めろ。この間に本体は交差点を抜けろ。止められた時は負けだ。マルコ環七通りを南下中、名称八州連合数は2000、断じて阻止を警視長官命令だ。八州連合かよ金太郎。関東制圧に一気に乗り出しやがったか。止めろ。奴らに一点ルート回られたら警察の面目がバレそれだ。直ち潰せ。東京の幹線をぐるっと一回りして1号線を下るだと。そんな走りは誰もやってねえ。ふざけやがってよ。そこはてめえらだけじゃねえんだ。みんなハッシュにここを走られたら羽田飛行機の明日はね、一匹たりとも通すな。来た、王国通りだ。野郎正面から突っ込んできやがるぞ。皆殺しじゃ。金太郎、今夜の俺はマジだぜ。道を開けろ。邪魔すんならこの俺がこの手でぶち殺す。ここ抜けだって蔵前橋で後期の連中がごしゃごしゃなってるぜ。関係ねえよ。なんだあいつら、気合の入れ方がシャレじゃねえぞ。腐ったり、俺たちも行くぞ。たった今から羽田飛行機は八州の矢島の下に入る。合流だ。金太郎に続け。この
八州の矢島がすげえ走りをやってんぜ。東京を完全走破だとよ。羽田の飛行機も合流して5000を超えるってよ。聞いたらよ、この走り一人の女のためにやってんだってよ。あたいのためにこんな走りやってくれる男がいたら、その男のために5万回だって死んでやるよ。俺たちも合流だ。10人に満たないチームから1000人を超えるチームまで、関東全域のチームが次々と合流。とうとう2万台を超えちまったのさ。2万台も。警察は威信をかけて次々に検問を仕掛けた。しかし特攻が突っ込んで次々と突破していった。もちろん警察も本気だった。蔵前橋の手前を100台のパトカーで封鎖したんだ。公表したルートを変えたら負けだし、到底抜けられない。みんなこれまでだと思った。シーナー、よっしゃ、四つ葉は何台集まってる。500はいると思います。検問に向かって全部突っ込ませろ。行けー。よっしゃ止まりなさい。今すぐ暴走を中止しなさい。お前たちの行為がどれだけ世間に迷惑をかけているか考えるんだ。あくまで走り通す金太郎の命令にみんな命をかけた。うりゃ四つ葉の特攻隊は次々と突っ込んでいった。突破ー、進めー。そしてとうとう全東京を走破して目的地多摩川へ着いたんだ。途中で捕まったやつ、吹っ飛んだやつらも多かったけど、1万5000台が金ちゃんについて目的を果たしたんだ。みんな泣いてて、心の底から震えが来て涙が止まらないんだ。その時だったよ。矢島さん、勘弁してくれ。俺たちなんだ。あんたの女をやったのは俺たちだ。あんたの女だと知って襲ったんだ。その時金ちゃんの取った態度は全暴走族に対して矢島金太郎の名を伝説にしたんだ。何をされたって文句はねえ。ぶっ殺されたっていいぜ。みんな思った。当然金ちゃんは殺さないまでも手足の 2,3 本はもぎ取っちまうだろうと。関係ねえよ。そんなことは関係ねえ。何がどうあろうが俺が明美に惚れてることは変わりやしねえ。俺と明美だけの問題だ。俺の女はこいつ一人だ。そんなこっちゃねえんだ。てめえらにはっきり言っとく。よーく聞いておけ。俺たちはがんじがらめに縛られて生きてる何の特権もねえゴミだ。今日の走りをてめえら忘れんじゃねえぞ。どんなに縛られて生きようがクソ扱いされようが、人間が生きてるっちゅうことはこんなに熱いんだよ。それだけだ。その後金ちゃんや主だった者はみんな少年院へ行った。それから何ヶ月も経って金ちゃんは念書を出てきて、金ちゃんが明美ちゃんと一緒になり、明美ちゃんの生まれ故郷で漁師になるって2人で行くことになった。ハッシュはその時点で解散したけど、誰一人忘れてないよ、金ちゃんのこと。じゃあな。金ちゃん、あ？なれるわよ。金ちゃんなら高校中退で元暴走族で少年院行き食らっても、金ちゃんなら絶対立派なサラリーマンになれるよ。私も、もし私が生きてることで誰か一人にでも足しになってるなら、私一生懸命生きていくよ。金ちゃんがそれを教えてくれたからありがとう。俺こそな。またな、トール。お気をつけていってらっしゃいませ。お留守の間、会社のことはご心配なく。何人見送りに来た？
全役員27人のうち26人です。26人？来てない一人は誰だ？お忘れですか？黒川ですよ。そうか、黒川か。ご心配なく、大和建設で社長に逆らう者など一人もいません。あとは社長の持ち株を会長より上回らせ、代表権を奪って正式に引退させるだけです。ラスベガスでは金髪の特徴を抑えてあります。パーッと楽しみましょう。でかい女だぞ。分かっています。社長のデカ女好みは建設長時代から出発したか、社長。ああ、お供は筧さんと沢野さん、あとは秘書課から4人だ。社長が海外出張中のこの10日間が勝負だ。この間になるべく根回しを進め、会長に立ち上がってもらうしかない。簡単に言うな。社長派は26人だぜ。黒川さんを除く27人中26人の役員が社長の見送りに成田に集まったよ。全役員が今や大島社長の軍門に下っている。上永専務は真っ先に立って社長を見送ってたよ。あの裏切り者が。サラリーマンだよ、俺たちは。創業から会長と苦楽を共にしてきたとはいえ、上永専務も同じだ。ましてや俺たちはペーペーだぜ。役員なんて動かせるわけがねえだろう。だから会長を動かすんだろう。今さら会長に何ができる？大和建設はあの大島一派が天下りしてきて今日の隆盛があるんだぜ。それが現実だ。会長だってそれが分かってるから何も言わず甘んじて棚上げされてるんだろ。お前ら会社を潰す気か？大島社長でなければ大和建設は潰れるぞ。今の会社は昔の規模じゃないんだぜ。支えているのは公共事業だ。大和建設の今期受注高の 60% は公共事業だ。大島社長を外せば建設省を敵に回す。それでどうやって会社が存続できるって言うんだよ。確かにお前の言う通りだ。やめよう。こんなバカな会合はやめよう。しかしな、石川、今の建設業界は不健全だと思わないか？公共事業に甘いきっている。それだけじゃない。将来このまま公共事業の割合を増やし続けていっていいのか？大島社長の建設省に対する影響力が低下した時はどうなる？やはり同じだ。現在の大和建設は維持できない。だから今から真っ当な営業を起こしていって民間の仕事を拡大した方がいいんだ。それは政治家や役人にごまをするより数段難しいだろう。でもその方が堂々と生きていけるじゃないか。本音を言えよ、田中。お前たちはこの前金太郎の一件で社長に睨まれた。この会社での将来なんてないんだ。だからこんなくだらないことを考えているんだ。ああ、その通り。俺はあの社長が嫌いなんだよ。ふざけるなバカ野郎。サラリーマンが社長嫌いだとそんなことが通用するか？学生じゃねえんだ。実社会にある人間関係は上下関係しかないんだよ。甘ったれるな。気に入らない大将の下で命かけられるかよ。そんな大嘘は他人にはつけても自分にはつけねえよ。俺には女房子供がいるんだよ。殿下の宝刀か。それを出しゃ何もかも済むと思ってるのかよ。そんなんじゃねえ。生活を忘れて思い切った行動なんてできない。それがサラリーマンの現実だ。矢島金太郎ってガキだ。お前ら二人あの常識外れに頭を侵されているんだ。あのガキの頭の中の構造は俺たちと違うんだぞ。あいつには生活はもちろん地平道入って勉強し続けて大学を出てきたという守るべきものは何もねえださ。だから社長の机に足を乗っけられるんだぜ。石川、俺は感謝してるんだ。金太郎は自分の気持ちに正直に生きていた頃のことを思い出させてくれたんだ。俺は嫌だね。俺には守るべきものがいっぱいあるんだ。大学出たこともこの会社にいることも女房も子供も名誉もプライドも山ほどあるんだ。大和建設が今のまま働かせてくれるなら俺は社長に土下座もする。俺は降りる。分かったよ石川。気が進まないなら降りていい。ただしこのことは絶対人に喋るな。友人として約束してくれ。やだね。会社中に触れ回ってやる。そうすりゃこんなクーデター未然に防げるからな。悪いが俺も抜ける。到底無理な相談だよ。田中、前田、悪いな。俺も
安心してくれ。このことは誰にも言わん。石川には俺がよく言っとくよ。ただいま。龍太、いい子にしてたか。ちゃん、やったな石田。乗っちゃったんだスポーツ新聞に。会長の嬉しそうな顔ったらないな、まったく。そうっすね。まあ上がって上がって。おお、豪華。金ちゃん、お腹空いてるでしょ。さあさあ召し上がって。まず一杯。和樹ちゃん、ご飯よ。和樹、うるせえんだよ。そんなクソじじいと一緒に飯なんか食えるか。けったくそ悪い。家ん中じゃよ、世界中で一番立派なのはてめえだみてえな顔しやがって。外じゃボコボコに殴られて手ついて金出して謝ってやがる。何が勉強しろだ。何が俺のようなサラリーマンになれだ。てめえなんかカスじゃねえか。先月渋谷でチンピラに殴られて君に助けてもらった時、間の悪いことに塾に行っていた息子があの場にいたらしく、全て見られてしまったようです。いい子だったんだな。あの日以来私に反抗的になってしまってね。無理もない。父親のあんな姿を見てしまったら。邪魔だ、どけよ。何を。和樹、何をするんだ。私の息子に何を。おう兄ちゃん、殴られる痛さや怖さ、情けなさはな、やられたもんじゃなきゃわからねえんだよ。拳が顔面にめり込む怖さは甘かねえんだ。やられたこともねえくせに、やられた人間をバカにするんじゃねえ。パパパパってな、首ったまにしがみついてくるてめえの子を可愛くねえと思って育てた親なんざ一人もいねえんだ。親にクソ生意気な口を叩いて親をバカにして逆らうようになっても、首ったまにしがみついて泣いていた赤ん坊の時のことは忘れねえんだよ、親ってのはな。奥さん、龍太を一晩面倒見てもらって感謝してます。あ、これ土産の魚っす。豪華料理食べ損なっちまったな。空いてるよ。母さんが龍太くんを預からせてほしいって矢島さんが会社行ってる間ずっと。もちろん父さんも賛成だ。俺も龍太くんを可愛がるよ。よっしゃー。長い坂